皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、魂の輝き、波動の高い人ほど顔に出てくる3つの特徴ということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、いつも、スピリチュアルをより理解して自分の直感力を高めて人生にミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、今日は波動ですが、波動というのはですね、その人の持っているエネルギーを表すわけです。僕たちっていうのはこの魂っていうのがこの中にありましてね、この魂がエネルギーを放出しているんです。だからこの魂の今の状態とかですね、考えていることとか、心の状態、そんなものがいろいろ波動として僕たちの体の中から出ているということなんですね。で、この波動っていうのは、一般的にこのね、バイブレーション波動なので、高い、この振動が高いほどですね、良いとされてますし、低いと言われるものほど、悪いというふうに言われています。で、この波動っていうのは面白くてですね、良いもの、自分が良い波動を発していると、良いものが近寄ってくる。引き寄せられてくるってことですね。で、低いもの、元気なかったりですね。すべてに文句を言っている。そんな人っていうのはさらに文句を言いたくなるような、ネガティブなことが起こったりするというのはよく起こることなんですね。で、この人の波動っていうのはですね、今日楽しかったとか、そういう一日でですね、できるものもありますけども、それはまた変わっていく。でもこの安定した波動っていうのは一日でできるものではなくてですね、やっぱりこの長い間のその人の経験とか考え方、そういうものの積み重ねでできていたりするものなんですね。で、その積み重ねっていうのは実は顔に出てくるんです。この自分の波動、魂の状態とですね、顔っていうのは常に直結しているわけなんです。だから顔を見ると、いろいろ、この人ってこんな感じなのかなとか、この人幸せなのかなとか、不幸かなっていうぐらいは皆さんわかると思うんですね。でも決して、これは何回も言いますが、決して顔がいいから波動が高いとか、顔が悪いから波動が低いとか、それは全くありません。ね、そういう問題ではなくてですね、今日お話しするのは顔の特徴なんです。波動が高い人っていうのはこういう特徴、こういう顔つきになってくるということです。だから皆さんがそういう顔つきになるとですね、反対に言うと波動も高くなってくるということなんですね。はい。ということでですね、その人の人生の味が顔に出てきていますので、今日はですね、その中でも大切な波動が高いという人の顔つきを3つご紹介していきたいと思います。ということで、波動の高い人の顔に出てくる3つの特徴、このですね、3つの特徴をお伝えしますが、私それないわっていう人はですね、大丈夫です。こういう風にしてみたらっていうね、皆さんにやり方もご紹介しますので、楽しみにしていてください。それでは参りましょう。一つ目。一つ目は、波動の高い人は口角が上がっているということですね。このね、ネガティブなことばっかり考えたり、ネガティブなことばっかりね、言ってる人っていうのは、やっぱりね、この口元がどんどん下がっていくんですね。この辺がぐわーっと落ちてる感じですね。よくいらっしゃいますね。この人大丈夫かなと思うような人。そういうふうにですね、やっぱりこの口角のあたりに、どんどんその波動というものが出てくるわけなんですね。だから口というのはもともとですね、この言葉を発するじゃないですか。だから本当にネガティブなことばっかり言ってる人っていうのはもう自分の口からですね、ここからネガティブなエネルギーをどんどん発してる。反対にですね、いや大丈夫。私できます。良くなるみたいな感じでですね、いいことばっかり言ってる人っていうのは、この口からその良い波動も出してるわけなんですね。だからやっぱりこのあたりっていうのは、その波動の影響を受けやすい場所だということなんです。はい。だから、この口角が上がっているか下がっているかっていうのは、その人の波動を見る上でもすごく大切なんですね。で、この口角が、私ちょっと下がり気味かなとかと思ってる人、今いらっしゃると、大体ね、この口角上がってる人っていつも笑顔でいたりするわけなんです。笑顔を絶やさないとかね、人と会ったりしたら、おはようって言ってちょっと笑顔で言える人、ね、おはようとか言う人いるでしょ。ああいう人っていうのはやっぱ下がってしまってるということなんですね。だから、この口角を上げるといいんです。
そうすると、今度口角を上げることで波動もどんどん上がっていくということなんですね。だから、できるだけですね、笑う、笑顔になるとかですね、誰かと目が合ったり、誰かと会った時におはようございますっていう時に、ちょっとこの頬を上げる。おはようございますとか、こう目が合った時は、こうやってできるじゃないですか。そういうようなことを心がけるといいんですね。そうするとどんどんこの口角が上がってきて波動も上がるということにつながるんです。はい。ですからこの口角が上がっている人、ぜひ、下がっている人は上げていただいて、この上がっている人が波動が高いということですね。そして二つ目。二つ目は肌にツヤがあるです。これね、ほんと大切なんですけど、肌というのはですね、やっぱりこの中からエネルギーが滲み出てるので、やっぱりこの皮膚っていうのはですね、すごくその人のエネルギーの状態と影響し合うということなんですね。で、例えば病気とか疲れている時ってどうしてもツヤがなくなったり、ちょっと乾燥肌になったりっていうようなことになるじゃないですか。やっぱりああいう風にですね、やっぱり僕たちの持ってるエネルギーと肌っていうのはすごく密接につながっているということなんですね。だから、このツヤがある時っていうのは波動が高い。ツヤがある人っていうのはすごく波動がいい感じで高くなっているということなんです。まあね、でも、だからって、いや、私、アキラさん、ちょっと乾燥肌だし、あんまりツヤないなっていう人いるじゃないですか。ね、まあ、そういう体質もあるでしょうけどね。大丈夫です。そういう人にね、おすすめなのは、僕もやるんですけど、ベビーローションとか、ローション系をですね、ちょっと塗ってみてください。僕ね、一人いたんです。すごく前向きな女性で、いろんなことをやっていく女性がいたんですね。その人がいつもベビーローションをめちゃくちゃ塗りまくってたんです。いつも肌がツヤツヤでみんなにすごい言われて、肌がツルツル、ツヤツヤですねって言われてね、僕見たらベビーローション塗ってたのね。でもそういうことなんです。だからベビーローションを塗って保湿することでですね、そしてまたツヤが出ます。そういうふうにですね、顔にベビーローションとかを塗ってツヤを出す。そういう自分をずっと鏡とかで見たりしているとですね、そういう自分に慣れてくるんですね。そうすると、自分の、心とですね、肌が一体化してくるので、今度もっとツヤが出るようになるんですね。また、人から、ツヤがあるねっていうふうにやっぱり言われます。そういうふうに言われると、自分の中からもですね、そうか、良かったなっていう感じになるので、やっぱりどんどん良くなってくるので、ぜひやってみていただきたいなと思います。そして三つ目。三つ目は、目に愛情があるっていうことですね。これはね、どういうようなものかっていうと、目に優しさとですね、芯の強さみたいなのが出ている人です。目っていうのはね、本当にその人の本質がバーッと出てくるわけなんですね。だから、目が優しそうだなとか、でもなんか、強さみたいなのもちゃんと持ってるな、みたいな、そういうバランスのいい目をしている人っていうのは、とても波動が高かったりするわけなんですね。これね、決して目力とはまたちょっと違うんですね。目力の強い人っていらっしゃいます。こういう人もある意味波動が高いわけなんですけども、みんながみんなじゃないんですよね。なんかやってやろうとか、すごく強い気持ちがですね、バーッと目力にエネルギーとして出る人がいるんですが、これはですね、決して波動が高いだけではないんですね。エネルギーの強さが出てくるっていう。だから目力ではないんです。優しそうな目をしてるんですけども、それでも、なんか自分が動じないというかですね、芯の強さみたいなのを持ってる。そういう、両方持ってらっしゃる。優しさと強さ。そういう人の目がですね、波動が高いということなんです。ちなみにですね、自分に自信がない。目にね、私自信ないんだよねっていう人っていらっしゃると思うんですが、そういう人はですね、何をすればいいかっていうと、例えば、ちょっと目のね、マッサージをすると、目のあたりをね、それとか眉毛をですね、整えるとか、そんなすごく綺麗にする必要はないんだけども、整えてちょっと濃くする。そういうようなことをやってみるというわけなんですね。やっぱりここの眉毛っていうのも、すごくその人の人生をですね、影響していく強いパワーがありますので、この目のあたりですね、眉毛も入れて、そういうところがですね、きっちりできていると、どんどんそこに良いエネルギーが集まってきてですね、このいわゆる波動の高い優しさと、そして強さを持つような目に変わってくるということなんですね。はい。ですから、目に自信がない方はですね、ぜひちょっと眉毛とかを整えて塗ってみるというようなことをしてですね、
目の力を少しずつ変えていっていただきたいなと思います。こういうふうにですね、僕たちの魂から出ている波動と顔というのは本当に密接につながっているものなんですね。だから、反対に言うと、自分の波動を高くしたいなと思ったら、今日3つご紹介しました。口角を上げる、肌にツヤを出す、そして目に愛情と強さを持つということですね。はい、優しさと、はい、そういうことをですね、心がけていただくことで自分の波動も高くなりますので、ぜひやってみていただきたいと思います。このチャンネルではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん。僕はですね、無料メルマガで5日間でオーラを見る方法伝授、毎日メールが来てですね、そして5日経てば、オーラが見えるようになるというような、メールをお送りしています。無料で登録できますので、ぜひ、概要欄からお申し込みください。それでは、今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたか。それではまたお会いしましょう。さよなら。